にちは、塩はちみつです。今日はクロアチアのスプリットを旅して古代と現代が融合する不思議な街を歩き尽くします。今日は朝早くからスプリット観光をしたので、その様子をお届けします。クロアチアのスプリットはアドリア海に面した美しい港町で、歴史と現代文化が絶妙に融合した場所です。実はこの町全体がローマ皇帝の宮殿の中なんです。なんと現代の街並みが宮殿の遺跡の中に入り込んでいるのが最大の特徴です。4世紀に建てられた宮殿の中にカフェやレストランが立ち並んでいて、生きている遺跡と呼ばれています。スプリットはローマ時代の宮殿跡に人々が住み始めたことをきっかけに誕生した町です。中世の街並みを残す旧市街はとても活気にあふれています。ザグレブに次ぐクロアチア第2の都市なだけあって、現地の人もたくさん住んでいます。1700年前のローマ遺跡の中で現代の市民が日常生活を送っているっていうのがとてもユニークですよね。こちらがペリステルといって宮殿の中心に位置し、柱に囲まれた美しい中庭です。玄関前にあるスフィンクスの像は皇帝がエジプト遠征の時に持ち帰ったものなんだそうです。ここがスプリットの中心、ディオクレティアヌス宮殿です。4世紀に建てられたローマ皇帝の隠居宮殿です。ディオクレティアヌス帝は軍事面や税制を大きく改革した人で、大きな改革がローマ帝国を大きく変容させたことから、彼の登場を境にローマ帝政期は前期と後期に分かれているそうです。晩年キリスト教徒を大迫害したことなどから最も恨まれる皇帝の一人になってしまいました。305年の引退以降はこのスプリットの宮殿で余生を過ごしたそうですが、帝国の衰退に伴いこの宮殿も廃墟として捨て置かれてしまっていました。その後7世紀に北にある都市が襲撃を受けたことで、町を追われた住民の一部がこの宮殿の廃墟に住み着いたんだそうです。それが町としてのスプリットの始まりと言われています。こちらが聖ドムニウム大聖堂です。世界で最も古いカトリック大聖堂の一つです。ペリステルの東側にある八角形の建物が大聖堂です。かつてはディオクレティアヌス帝を祀った建物だったのですが、8世紀にキリスト教の教会として改築されました。入り口の扉は1214年に作られたもので、キリスト教の生涯が表現されています。受胎告知からキリストの転生まで、新約聖書の28の場面が彫り込まれています。見事な彫刻で見るところがいっぱいすぎます。祀られているのはスプリットの守護聖人聖ドムニウムです。皇帝によるキリスト教弾圧で殉教した司教だそうです。キリスト教を迫害したため憎まれていたディオクレティアヌス帝の肖像や遺品は破壊されてしまったそうです。おそらくディオクレティアヌス帝は自分の死後も神として祀られることを望んだんだと思うのですが、時代が変わってディオクレティアヌス帝の霊廟、お墓は彼が迫害したキリスト教徒たちの聖堂になった。つまり皇帝のお墓が殉教者の聖堂になったという歴史の逆転ドラマがあるんです。それが今もこの町の中心に残っているんです。聖堂内部は4つの祭壇があり、
見事で厳かな雰囲気です。貴重な宗教美術品で埋め尽くされています。細やかな彫刻が施された木製の聖火台石もあります。重いさがあって壁面に刻まれた彫刻もとても立派でした。八角形の形はもともと皇帝のお墓の名残なんだそうです。なのでローマの力強さとキリスト教の祈りが同じ空間に存在しています。キリスト教という人間の信仰とローマ皇帝の権力が同じ場所に刻まれています。内部には大理石の円柱や彫刻が残っていて、荘厳かつ神秘的な雰囲気でした。スプリットを一望したいなら聖ドムニウム大聖堂の鐘楼へ行きましょう。町のシンボルでもある鐘楼は高さ60メートルで登ることができます。ちょっと階段が急だけど登る価値は 100% あります。鐘楼に登るとスプリットの旧市街と海の絶景を一望できます。鐘楼は観光客に人気で、階段を登る途中から見える宮殿の屋根や海の風景がとっても美しいんです。この鐘楼、登るときはちょっとスリルがあります。歩いていると見える建物のバルコニーにはお花が飾られていたり、洗濯物が干してあったりと、生活感いっぱいの世界遺産です。風が吹き抜けて鉄の階段がカタカタなります。でもここを登る旅こそがスプリットの真髄なんです。1000年以上も前、同じ景色を見た人たちがいる、そう思うと足が止まります。360度の景色を楽しむことができます。この日もものすごく暑くて、少し息が上がってしまうんですが、でも海風がとても気持ちよくて癒してくれます。しました。もうヘトヘトになってます。でも見てください、この絶景。私、汗っかきがひどくって、この日もとっても暑くて階段も急だったので、たくさん汗をかいていたみたいで、父が汗を拭いてくれました。汗っかきすぎる。パパが拭いてないところで、パパが拭いてないところで。ありがとう。これはムービー。汗すごい。すごい。私も？あんたがすごい。ローマ兵のコスチュームを着たお兄さんがいます。でも一緒にツーショットを撮る場合には10空な程度のチップが必要です。ここだし、有名な。ペリシテルの南の石段を登ると、天井にぽっかりと丸い穴が開いた空間に出てきます。この空間がビスティブルと呼ばれる前庭で、ディオクレティアヌス帝の住居の玄関にあたります。一箇所からだけ穴の開いた天井から外の建物が見える場所があるんです。ぜひ探してみてください。前庭から美しい声が聞こえてきました。これはクロアチアの伝統音楽で、
クラパという男性によるアカペラ合唱です。クラパの歌声に出会えてとても嬉しかったです。ぜひ皆さんも足を止めて聴いてみてください。こちらは民族学博物館です。前庭の南側にあり、大聖堂に隣接する博物館です。色とりどりの民族衣装を見ることができます。カラフルな民族衣装から日常の服まで幅が広くて、どれもとっても可愛いです。華やかな衣装や地域ごとの個性的な衣装を見ているだけでもすっごく楽しかったです。彫刻や陶磁器、銃などの伝統的な品物が展示してあります。古代と現代が融合するスプリット、生きている遺跡と言われるゆえんが分かりました。次の動画ではトロギールを紹介します。スプリットに行った際にはぜひ寄ってほしい私のおすすめです。トロギールとは古代から続く島の中の町です。トロギールは紀元前3世紀頃にギリシャ人によって建設されたとても古い町の一つです。町は本土と橋でつながった小島にあって、迷路のような石畳の路地がとっても魅力的なんです。町の起源はギリシア時代まで遡るそうで、教会や歴史的な建造物がひしめいています。1997年に世界遺産に登録されました。スプリットから長距離バスだと40分ぐらいでアクセスできるそうで、日帰り旅行にぴったりです。最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。